すごくない？すごいね。誰もいないし。本当だね。すごい。探そうよ。何がある？モチベーション、好きな人嫌いな人。逃避行って書いてある。逃避行って書いてる。楽しいのから行こう。ドキドキ行くか。どこですか？ここ。最近ドキドキしたこと。何ドキドキですかね。なんだろうな。この映画で私免許取ったじゃない。そう、それから車に乗っているの。乗っているの？今日も乗ってきたの。ここに。自分で？そう、運転してるのずっと。わー。で、車に乗るときはやっぱりまだちょっとドキドキ。ドキドキだね。何回か吸った。やった。やらかした。からまだすごいじゃん。ドキドキ。そう。だって彼女でもね、いろんな種類の車を乗り回してましたもんね。ね、ビビってたよね。はい、ちょっと最初は逃げるシーンね。やっぱりどうしてもね。どうしてもね。バタンチャーっていかなきゃいけないからね。そう。でもうなんかガチャガチャガチャみたいなさ。一番バイクが怖かったね。そうだね、バイクは怖かったよね。それこそめちゃくちゃドキドキしたわ。そうだね、バイクはドキドキしたよね。私もドキドキした。したよね。あれはさ、いろんなドキドキがあったよね。そのバイク自体のドキドキもあったし、日が明けちゃうドキドキもあったしさ、お芝居的なドキドキもあったしさ、靴脱がなきゃいけないみたいなドキドキもあって、あれは結構全員ドキドキモーメントだったね。ね。どうする？もうさ、えらいこっちゃって感じだよね。よく吊るしたな。でちょっとまたいだからこれいこう。あ、いいよ。すごい。始めたいこと。始めたいことね。始めたいこと。映えるね。あ、いいかもしれない。かわいい。かわいい。どうぞ。始めたいこと。はい。アクション。わ私スーチーがすごい好きで、憧れの女優さん、役者さんなんだけど、スーチーって本当にもうコミカルな役でもシリアスな役でも何でもできちゃうから、でアクションもすごいできるから、スーチーを見てるとアクションやんなきゃってすごい思う。やりたいってすごい思わさせられる憧れの人。何？始めたいこと教えて。始めたいこと、皮肉とかじゃなくて、ポールダンスやりたいです。ごめんなさい。ごめんなさいですよね。本当ごめんなさい。いや一回説明した方がいいね。一回説明した方がいい。ポールダンス、一緒に彼女の撮影現場中に会話してて。ポールダンスをやりたいっていうことをほなみちゃんが言ってて、で私もやりたくて、で私すごい仲いい友達でポールダンサーの子がいるから、じゃあ習いに行こうって言って、で撮影終わった後に一回習いに行ったんだよね。でそれがすごい難しかったけど楽しかったよね。楽しかった。でその後にもう一回行く予定だったんだけど、私予定が合わなくて行けなくて、そっからずっと行けてなくて大変申し訳ございませんでしたっていう状態だよね今。そうだからやりたいなっていう申し訳ないって思ってほしくないんだけどからちょっと言うの迷ったんだけどそうだよね。なんでやりたいのポールダンス？かっこいいし、体つきがね、素敵なんですよ。棒一本で、どう体を表現して自分を表現するかっていうのを見てると本当に美しいなと思うの。わかる。やりたいよね。やろう。やろう。かっこよかったもんね先生。かっこよかった。二人でさできないかもって思ったよね。お尻すごいとか言ってたし。そう。やろう。やりましょう。コラボしましょう。そうしましょう。じゃあ置きますねこれ。そうだね。どうしよう、いっぱいあるわ。じゃあ涙ここあるからさ、最近泣いたこととかにする？最近泣いたこと？何に泣いたかっていうと、でもこれ多分本当に全然共感多分知らないと思うから、共感できないと思うんだけど、ネットフリックスでもやってるんだけど、ドラッグクイーンのコンペティションがあって、ルポールドラッグレースっていう。好き？見てるの？見てる。やばい。いつから？
撮影してる時も見てた？見てた。なんだ、その話したらよかったね。すごいもう大好きなの、ルポールとラクレスあれはすが。ごいね。そう確かに泣くかも。泣くでしょ、うんみんな個々にさちゃんとストーリーがあったりとかしてさ、もう泣いちゃうのよ。ちょっとドロドロしたねそう気持ちとかも抱えてる人と喧嘩になっちゃったりとかそうね。でもさ喧嘩になっちゃうけど最後さ仲良くなったりとかしてさ、あと友達なんかすごい仲いい子同士がさ戦わなきゃいけなくなったりとかした時のさ辛さとかさ、まあすごいごめんな、この話は長くなっちゃうからもういいよ、やめようやめるやめようやめとくじゃんそれで泣きました。はい。はい、どうする？ポールいいね。いろいろあるね。あ、これ行こうよ。どれ？モデルと女優って多分私のことだと思うんだ。でミュージシャンと女優って多はいはい分ほのみちゃんのことだと思うんだ、だからそれ言っとく？言っときますか。言っとこうか。座る？座ろう。うん。私こっち座るかな。ああ、なるほどね。モデルと女優、モデルを本当にやりたくて10代の時はそれこそパリに行って、もうなんかマップを自分で持っていろんなエージェント回ったりとかして、でなんかスカウトの人に声かけられてなんかついていっていいのかなって思いながらなんかちょっとついていったりしてみたりして、なんか結構広がったりとかしたりして一人危ないよねすごいね。そうでもなんかそれくらいすごいモデルっていう仕事に憧れがあったし、でもその当時って今でこそこうやって身長低い子とか個性みたいなものが武器になるみたいな、新しい美の価値観みたいなものが生まれたからすごいいい時代になったなと思うんだけど、あの当時のモデルってすごいいろいろ規則があって、なんか絶対痩せてなきゃいけないとか身長は170以上なきゃいけないとか、なかなか難しくって、で実際向こうに住めばチャンスはあったかもしれないけど住むお金もなくて、どうしようと思って一回パリから日本に帰ってきたタイミングでトラン・ユン監督って青いパパイヤの香りとか撮ってる監督で、ノルウェーの森のオーディションをしていて、で緑っていう役のオーディションもしていたんだけどなかなか見つからなかったらしく、たまたま雑誌を見ていたら私が出てて、なんか私の雰囲気と緑がすごく合ってるような気がするから一回会いたいっていうのでオーディション受けてほしいって言われて、って思いながらお芝居とかやったことないのにって言って、全くだよ。だから17とかだったのかな、それが18とかでもと思って、もう受かるはずないやと思ってちょっと半分諦めも入りつつ3回ぐらいオーディション受けたら、受かってしまい嬉しかったけど、嬉しかったのは本当にもうなんか一瞬、本当1分ぐらいやったーっていう嬉しさは一瞬だけ込み上げたけど、でもどうしようみたいな、めちゃくちゃ不安だったし、監督もすごい厳しい監督で辛かったけど、今思えば何かちゃんとこう深く考え抜くことみたいなこととか、常にこう自問自答することとかっていうことはすごい鍛えられたような気がするけど、だからそれがきっかけでドラマとか映画とかのオファーをいただくようになって、だから自分としてはなんかちゃんとした学校とかも行ってないのに、なんかバーってこう芝居のなんかお話が来てすごい不安ですごいしょうがなくて、で、今もすごい不安だし正直言うと、でこの彼女撮影してる時なんていうのは本当に不安で、今までで一番なんか役者としてなんか壁にぶち当たったかも。一番？一番だね。あ、そう。多分一番だと思う。彼女は自分にとっては役者としてなんかこれがダメだったらやめようかなって思ってたかも。なんかそれくらい自分にすごいやれるのかっていうことをなんか突きつけてた気がする。むき出せるのかっていう、なんか愛っていうものとか感情を爆発させられるのかっていう素で、なんかわかるかな。わかる。っていうのはすごいあったかな。まあいいよ、もう私の話はもう話だからこんな感じです。どう、ミュージシャンと女優教えて。ミュージシャンと女優ね。
なんでしょうね、私はもともと10歳ぐらいの時かな、9歳10歳ぐらいの時はもうお芝居がやりたくて、そうだったんだ。でお芝居やりたいって言っていろんなところにこう自分を売り込んで、で始められたんだけど、舞台やらせてもらったりとか映画のエキストラで出させてもらったりとかっていうのを10代の頃にやってて、で中学に入ってもうちょっとなんか本格的にお芝居始めたいなって思っていろいろ探してたんだけど、ちょっと見つからなくて、で高校に入って気が付いたらバンドやってて、なんかドラム叩いててはい。それでもうそこからはずっとバンドでやってきてたんだけど、ずっと芝居したいなと思ってて、でちょうど私的に時間が空いた時にもう一回お芝居ちゃんとやってみようかなと思って、だからやりたいと思って、でいろいろ本当に連絡取って、いろいろつながりがあって、今回彼女にも出させてもらうことができたんだけど、やっぱりもうなんか覚悟が必要なね、作品だったからすごいやれてよかったなと思う。そうだね、共にジェットコースターを上り下りしましたね。しましたよねでも最後に見えた景色は本当に素晴らしかったよね。素晴らしい景色だったね。素晴らしい景色だったよね、今思い出しただけちょっと泣きそう。泣かないで泣かないででもそれくらいすごい素晴らしいものがあったよね、最後ね。そのまま生きてたもんね。そのまま生きてたよね。わかる。その人物としてそのまま生きてたもんね。生きて一緒に旅して、なんかね、分かち合ったり会えなかったり、泣かないでちょっと泣きそうになってたね今泣かないの。そうだね。なんか探すじゃん。探そういろいろあるわけ。いろいろあるわけね。いろいろあるわけ。挑戦。あ、オッケー。言う？大丈夫。怒り。10年後。10年後はね、ずっと楽しいことしてたいの。で、一緒。そうでしょ。もう本当に昔から変わってなくて、何やっててもそのために辛いこととか悲しいこととかは絶対ついてくるけど、それの一番上にでもやっぱり楽しいからっていうのが絶対ついてくるから、そこだけはもう変わらないと思うんだよね、ずーっと。わかるな。芝居もそうだし音楽もそうだし、私が好きで楽しいからやってるっていう、ずっと心躍ってたいよね。そうなの。ずっとドキドキしてたいよね。やって後悔したいタイプ。わかる。すごいわかる。本当にそうだよ。本当にそう。まさしくそうだなと思う。私10年後は常に自分の好きなことをやり続けたい、追求したいし、成長したいっていうのはきっと変わってないと思ってて、活躍してたいなって思う。そうね。10年後も頑張って活躍してたい。子供だった時に周りにあんまりそのハーフっていうかミックスの子がいなくて、ちょっとからかわれるようなことがあったのね。でもなんかある時テレビとかでさとか雑誌とかでハーフとかそのミックス系の、モデルさんとかタレントさんとか見た時に、なんか自分と同じような人が活躍してるんだっていうのですごい憧れを抱いたの。例えば木村カエラさんとかすごいなんかそう「セブンティーン」っていう雑誌に出てて、その時に子供ながらに自分が受けた影響って結構大きかったんだなって思って、ね、自分のやり続けたいことをやり続けるだけだけど、なんかそれによってこう勇気をなんか与えられたりしたら、なんか自分が憧れてきたなんか人たちのようになれるかなと思って、なんかそれは結構ね
あるかな。セルフィーしよ私後ろ行くよ。う。よし。おい、あいた。なんよ。